撮るよ。はい、チーズ。あれ。ごめん、巻いてなかった。Gadget Budget。皆さんこんにちは。ガジェットバジェットのなおです。最近はレトロなデジカメブームのようで、あえて平成初期等の古いコンデジで撮影するエモい写真が流行っているみたいですね。なんとなく理解はできます。私もスマホ含め最新の美麗すぎるデジタルカメラの画像にちょっと飽きていて、数年前にフィルム写真に凝っていた頃がありました。今はもう銀や物価高騰の影響でフィルムもものすごく高くなってしまったのでやっていないですが、古いカメラとフィルムで撮るちょっと味のある写真はいいですよね。きっとそれに通ずるブームが来ているのかなと思います。さてさて、そんな流行りに乗ってかこんな製品を見つけました。健康トキナーから発売されたレトロデジ90です。なんとこれ映るんですのような巻き上げ式のシャッターになっていて、アナログ操作のギミックが楽しめるカメラになっています。90とは90年代ということでしょうかね。写りが気になります。早速開封していきましょう。正直今回は前情報をあまりよく調べずに買いました。なので分かっている情報としては巻き上げ式ということくらいで、他は全く分かりません。デザインは2種類ありましたが、私はこちらを選びました。本体は避けておいて、付属品から。USB ケーブルはタイプ A2C。そしてハンドストラップもついていました。マニュアルは安心の日本語。それから単4アルカリ電池が入っていました。本体見ていきましょう。おお、かわいいデザインですね。サイズ感、重さ、これだけでももう懐かしさがあります。正面にフラッシュボタンがありますね。ファインダーにレンズ、マイク、フラッシュですね。上部には LED ランプにシャッターボタン。背面には電池パックに電源スイッチ。そして目玉の巻き上げノブです。これただの飾りじゃなくて、巻き上げないと本当にシャッターが押せないようになっています。右側面には SD カードスロットにタイプ C ポート。このタイプ C は充電ではなく通信用になっているようです。そして左側面にストラップホールがありますね。テーブには何もありません。はい、中身は以上になります。では撮影の準備をしていきましょう。まずはストラップ。こんな感じですね。それから電池ですね。これ3本なんですね。はい、あとは SD カードです。マニュアルを見ると容量は 32GB までで FAT32 でフォーマットが必要とありました。メーカー不明の謎の 32GB が机の引き出しに転がっていたのでこれを使います。ちなみにファインダーを除くとこんな感じです。懐かしい光景ですよね。電源スイッチにあるのはモードで通常撮影のほかモノクロ、セピア、動画の撮影モードを切り替えることができます。
そしてフラッシュはボタンを押したらすぐに待機状態になります。映るんですのような長押ししてチャージされるまで待つというギミックはないですね。寸法はおおよそ幅 11.3 センチ、高さ 5.6 センチ、奥行き 3.2 センチです。重さはストラップ、電池、SD カード込みで約 115g。ガジバジくん、ほとんど喋ってしまいましたが、他にスペック説明ある？そうだな、細かいところはこんな感じだ。ISO感度は100なので、基本屋外での撮影が前提だ。室内で撮る場合はなるべく明るいところで、フラッシュを使って露出を上げていこう。シャッタースピードは100分の1固定。手ブレ補正なんかはないから、しっかりカメラをホールドして、シャッターを切らないと、売れた写真になってしまうぞ。それから、あまり聞き慣れない、補完画素数というのは、撮影された元データの隙間に、周囲の画素の色情報から計算で、算出した画素を人工的に追加して、画像サイズを拡大、高解像度化するものだ。あとはそうだな、撮影した画像の転送にはパソコンが必要。スマホやタブレットに直接つないで OTG 転送はできないみたいだ。それくらいかな。映るんです。がカメラではなくレンズ付きフィルムとして販売されたのは消費税が導入される前にあった高級品にかかる税金、物品税を回避するためだったんだとか。1986年当時、カメラという高くて難しい趣味のハードルを下げ、気軽に写真撮影する楽しさを世界に広めた富士フィルムに感謝だな。そう、そのおかげで私が中学生の時に撮った写真が卒業アルバムに使用されて、プリントやネガが一部返却されなかったという苦い思い出があるんです。まあそんなことは良いとして、ではここからは実際に撮った写真や動画をお見せしましょう。なかなか味のある絵です。ちなみに当チャンネルでは以前コダック、チャーメラをご紹介しましたが、こちらとも比較してみましょう。いかがだったでしょうか。フィルムだとフィルム代に加え、現像、プリント代も費用に乗ってきますが、これなら気にせず撮れますね。デジタルなのにアナログのギミック。液晶画面はないので、画像は後のお楽しみ。スマホのカメラは優秀ですが、巻き上げ式でちょっと懐かしい気持ちで写真に向き合ってみませんか。それではまた次のガジェットで。